Hi, Bestie! 花だよ。2024年はどんな年だったかなっていうことを考えたりしてたんだけど、みんなは今年のことを振り返ってみたりした？ちょっと振り返ってみよう。一回。はい。私お茶飲んでるからさ。どう？振り返れた？こんな一瞬じゃ無理だね。私は2023年にいろいろ始めたから、2023年も初めの年としてすごくたくさん変わったし、2024年はもっと変わった。めちゃくちゃ変わった。まず一番変わったのが YouTube を始めたこと。私が2024年の一番初めに YouTube をやろうっていうことを決意して、私の YouTuber ライフが始まったのね。本当に私のね、視野がめちゃくちゃ広がったの。視野も広がったし、なんか仕事の幅も増えたし、もう本当に最高の年だった、今年。今年出会った友達もいれば、今年ちょっと離れてしまった友達もいる。恋愛もちょっといろいろあったし、なんかね、いろいろ人間関係で出会いとばかりいっぱいあったなって思っていて、そんな中でやっぱり悩むこともあったりして、悩みってみんなある？ YouTube ではマイナスなこととかあんまり発信したくないからそういうのはね全くやってないけど、でも自分の中で悩み事も結構いっぱいあったのよ、実はねみんなもあると思うけどね。そう、みんなも悩みがあるように私にもやっぱり悩みがありました。悩みたくさんあったんだけど、その悩みって9割人間関係だったの。人間関係は自分の人生の中でどのぐらい大きい存在かな。私は本当に人間関係って一番大きいんじゃないかなってくらい、私の心をかき乱すものって大体人間関係だったりした私が今年人間関係でいろいろ悩んだ時に、どういうこと思ってたかなとか、どう対応してたかなっていうことを考えたの。誰かが自分が本当に理解できないこと、なんでそれするんみたいな、ちょっと待ってみたいな、自分が全く理解できないことをする人っているじゃない？私がどう思うかとかではなくて、その人がなんでそんなことをするのか、どうしてそんなことを私にするのか、なんで意味がわからない、どういうことっていうことで理解しようとするっていう癖が結構あったの。なんだけど、私が1年間を通して分かったことが、問題はそこじゃないなってこと。なんでどうしてってその人ばかりにフォーカスを当ててたんだけど、それって違うなって思ったの。なぜかっていうと、もう人の意見と自分の意見は違って当たり前だし、その人の意見を理解できるはずがないの。100億%理解できない。その人がどんな理由を持っていたとしても、私が 100% 理解できることって絶対にないなって思ったの。これは私じゃなくても他の人にも言えること、みんなに言えることだと思うんだけど、人の気持ちって絶対理解できないのね。どんだけ理解しようとしても。理解しようとする姿勢は大切なのかもしれない。時にはトラブルがあった時に絶対に理解できないなっていうことは、とにかく一旦理解しておくべきだと思った。私は無意識に他人を優先すべきだとか、みんなと同じ価値観を持つべき、私はこう思ってるんだからあなたもこう思ってるよね、逆にあなたもこう思ってるってことは私もこう思わなきゃいけないのかなみたいな、誰かの価値観に合わせなきゃいけないのかなっていう風に無意識に思っていたっていうことが分かったのね。こういうルールを自分で勝手に決めてしまっていて、それが私を苦しめていたのかなって思ったの。そういう無意識の固定概念で悩んじゃうこともすごくあったし、それをマイナスな感情をベラベラいろんな人に話してしまったっていうのも良くないなって思った。なんか自分で処理できるその重いもの、嫌な感情をバーンと人に発散して、もう人に悪いエネルギーを与えまくることによって自分が楽になろうとするっていう。これってさ、あんま良くないじゃん。なんか愚痴聞いてる時ってさ、その聞いてもらってる人全然楽しくないと思うのよ。自分がストレス発散してるだけだから。って聞いてくれるのすごく嬉しかったし、助けになったんだけど、愚痴を言い合う関係っていうのも良くないなって思ったし、それって友達なのみたいな。で、友達って何みたいなところまで来てしまって。友達って愚痴を言い合う関係じゃなくって、何か一緒に楽しむ関係だなって思ったの。ここで自分の友達に対する価値観もちょっと変わったし、いろいろ変わったんだよね。人間関係には答えもないし、完璧な関係っていうものもないと思うの。
私とその人が一緒に過ごす時間の中で完璧な瞬間、楽しい瞬間、幸せな瞬間があるっていうことがすごく素敵だと思うの。この瞬間を大切にしたくて、なんか友達みたいな、ここの関係、友達っていう名前の関係ではなくて、これ時間を共有するっていうのが大事だと思った。だからその友達っていう一つの名称になんか惑わされることがすごく多かった。うちら友達だよねと思ってても、なんかちょっと関係性が変わってきたなって思ったりだとか、すっごいズケズケ入ってくるなとか、これって何なんだろうみたいなそういう曖昧な関係って結構増えてくると思うの。大人になっていくごとに友達っていう関係性がちょっと難しく複雑になってくるんじゃないかなって思うの。それこそ一期一会みたいな感じで全部自分のことを言えるのが友達だみたいな感じで思ったけど、そういうことじゃない。なんか愚痴を言えたり自分の悩みを言えるのが友達ってわけじゃなくて、もうなんか自由でいいなって思った。子供の頃は白黒はっきりさせたくて、どっちなの、味方なの敵なの、イエスかノーかで言ってみたいな、なんか曖昧なのが嫌いみたいな、そういう時期だと思うんだけど、大人になっていくと曖昧な関係ってすごく増えると思うし、それが普通だと思う。てかグレーな関係がいっぱいあるのが大人だなって思うから、ちょっと関係性が曖昧になってきた時はその自分のね保留ボックスに入れて、曖昧なグレーな関係にしたままちょっと一旦タンスの中にしまってさよならって言って、そういう曖昧な関係をそのままにしていくっていうのも大人だなって思った。ちょっと撮影中断してたらなんか暗くなったかも。大人になったら大体の人間関係グレーだと思うから、波長が合うなら関係を持てばいいし、ちょっと違うなって思ったら離れる。もう水に浮いてるかのごとくプカ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 さらーっと人間関係をこなしていくような、そういったスタイルが一番平和だし、一番いろんな人と関係を持てるし、私の心が楽になる関係の持ち方だなって思った。人間関係変わることあると思うけど、変わるって別れじゃないからね。でも名前があるようなその関係性に執着するっていうのをやめた。執着するってマジでいいことない。これは環境もそうだし、関係性もそうだし、物もそうだし、もう全部においてやんだけど、執着していいことなんてマジで何もないから手放しましょう。さよなら。だから今2024年に執着してることがもしあったらちょっと話してみて。私は結構話したこといっぱいある。話してよかったことしかない。いわゆるトクシックいわゆるトクシックな関係性に陥ったこともあったんだけど、みんな有害な関係性ってできてしまうことあると思うの。そういう時にこれちょっと執着してるなって思ったら話してあげよう。いらない。執着するのマジでもったいない。時間の無駄。本当に時間の無駄。仏教に諸行無常っていう言葉があるんだけど、これの意味は全ては移り変わっていくし、永遠に変わらないものはないっていう意味なの。この言葉はすごく私の中で大事な言葉で、場所とか環境とか物とか人とかいろんなところに永遠に変わらないと思ってしがみついて執着してるって意味ないの。変わるから絶対。どんなことでも変わる。自分も変わるし、人も変わるし、何でも変わる。人生諸行無常ってことで変わっていくんだなっていうことを受け止めよう。人や自分すべての変化を受け入れる寛大な気持ちを2025年は持ちたいなって思った。いろいろ人間関係で悩むこともあったけど、結局自分何したいのって自分に問いかけたのよ。そしたら素敵な自分になりたいっていうことだったのね。なんか人がどうとか考えてる場合じゃないし、ちょっとごめんなさいですけど自分のことで精一杯ですっていう感じだから、ちょっと他人がねどう思ってても関係ないっていうことになったの。つまり何が言いたいかっていうと、いろいろ悩んだ時には結局自分にフォーカスを当てればいいってことね。なんでこの人はこうなのとか、どうして何もしてくれないのとかじゃなくって、起こった事実に対して悲しいとか嬉しいとかいう感情が湧き上がるでしょ。これに対して受け止めるの。自分の感情に対しては、はい、私悲しいよね。で、私は何をしたいのっていう。で、自分はどうしたいのっていうことを自分に問いかける作業がめっちゃ大事だなって思った。自分がどうしたいかってさ、自分で考えないと分かんないじゃん。
だし考える時間も必要だと思うから、悩みもめっちゃちっちゃくなるし、結局これじゃんっていう風になるから、解決方法がすぐ見つかる。私も生きてる経験が少ないから、自分なりに大人になろうとしてるのね。その過程で見つけたことをみんなにシェアしてるんだけど、だから私もまだいろいろあるので、これから人生経験を積んだ時にまたいろいろアップデートすると思うんだけど、大人のステップを一段踏んだんじゃないかなって2024年思いました。人と人の関係性は変わっていくから、それぞれの心が通う瞬間を楽しめればもうそれで OK。 友達少ないで悩んでる子とか結構いると思うの。マジで関係ない。ちょっとそのね、共有した時間が楽しければもう友達でいいんじゃないって感じだし、だから友達という形にとらわれすぎなくていいなって思う。大人になったら人間の関係性マジで変わっていくし、人それぞれ自分の人生があるからさ、そこまですっごい深い関係になろうって思わなくていいし、なくていい。なくていい。自分が自分分かってれば全然大丈夫だと思う。私もちょっと大人になったのかなって思いました。ちょっとさすがに暗すぎたからここで撮るね。今年も1年間ありがとう。みんなと出会えて本当に良かったし、もうやりたいことめっちゃあるから、だからもういろいろ気づいたこととかやりたいこととかシェアしてくね。2025年も素敵な年にしよう。一緒に。今回は終わりにするね。ありがとう、聞いてくれて。うるさいんだよね、上。じゃあ2025年も健康に気をつけて、ご飯いっぱい食べて、お餅もたくさん食べて、正月太りして、なんか動けなくなって、ベッドにうずくまりましょう、一緒に。毎年恒例。でも私ね、中国に行くの。年末じゃない、年始。1月1日から3日間。年始1月1日からバリバリ働きますけど、みんなはお家で休んでね。私も1月3日帰ってきたらもう即休憩体制に入る予定だから、みんなもゆっくりして。年末年始はマジ動かなくていいからね。これもみじでこれ落ち葉がめっちゃあるんだよ、ここに。良いお年を。